山形県西吾妻山登山の玄関口となる天元台高原にほど近い標高約900メートルにある山あいの温泉地白布温泉。開湯約700年前、鎌倉時代末期の昭和元年とされ、傷ついた1羽の白いブチの鷹が弱みをしていたところを当時の武士が発見し、白布鷹湯と名付けたとされています。かつて白布温泉の象徴的な温泉宿であった東屋、中屋、西屋、江戸時代の文政年間に建築された3軒の湯宿はいずれもかやぶき屋根、入母屋造りの旅館で、山をバックに3軒がきれいに並んでいました。ところが2000年3月、中屋を火元にする火事により中屋、東屋が全焼。東屋は約1年半のブランクを経て同じ場所に新しい建物で再建。中屋は別の場所にある別館不動閣での営業を再開。奇跡的に類焼を免れた西屋、かやぶき屋根の母屋は築約200年、本館は築約100年の歴史があり、米沢市の景観重要建造物に指定されています。現在の西屋の当主は第19代目。旅館は築年の異なる母屋と本館、そして離れから構成され、すべての客室が趣の異なる全15室。宿泊は中学生以上のみ。これまでの経緯もあり、敷地内は全面禁煙です。西屋では日帰り入浴も可能です。料金は大人1名700円。なお、日帰り入浴はお子さんの利用も可能です。かやぶき屋根を維持するためには定期的な吹き替え作業が必要です。西屋ではクラウドファンディングを利用して資金を募り、2025年吹き替えを行うとともに登録有形文化財への登録準備を開始しました。西屋は日本人を守る会の会員宿、人を守る会公式ページからの予約か、宿への電話での予約でスタンプを貯めることができます。スタンプは10個貯まると、いずれかのお宿に無料で宿泊でき、大変お得です。各旅館のスタンプは個性的で、見た目も楽しめますので、日本人を守る会の宿に泊まったら、スタンプを集めてみてはいかがでしょうか。なお、西屋の素敵なスタンプは動画の最後でご紹介します。西屋までのアクセスは JR 米沢駅から路線バス白布温泉天元台行きで約40分、高速道米沢八幡原インターチェンジから約30分となっています。歴史を感じる重厚なエントランスから館内に入ってみましょう。こちらはフロントロビーと母屋側、こちらは本館側、客室はこちらにあります。こちらはフロント。自販機はありませんが、フロントでビールやお茶などが販売されています。フロントの前には売店がありました。こじんまりとした売店ですが、こだわりのセレクトグッズや食事に出てくる食材などが売られています。こちらのコーヒーや紅茶などは無料でいただけます。おしゃれなマグカップがたくさん用意されてますね。こちらはロビーです。歴史を感じさせる梁や柱が素晴らしいですよね。このロビーでは朝食の後、あるサプライズが用意されてますよ。そしてこちらは母屋。外から見てかやぶきの屋根がある部分にあたります。
江戸時代からの歴史ある母屋。中央にはいろり、周囲には掛け軸や書など古くからの貴重な資料がそのまま残されています。この時はひょうたん愛好会の展示がされていました。フロントでチェックインです。館内利用のルール、食事の時間などを説明してもらいました。今回のお部屋は離れ沼虹。宿泊費はお部屋の紹介のところで解説をします。お部屋までは館内を案内しながら荷物を運んでもらいました。西屋は少し入り組んだ構造をしていますので、廊下を歩きながらお部屋と主な施設をご紹介します。まずは本館の入り口。左には日本人を守る会、右には文化遺産を守る会の提灯が門を作っていて、西屋を象徴するような素敵な雰囲気の廊下です。これはテンション上がりますよね。まずは手前側に廊下を挟んで談話室があります。こちらは日帰り入浴の方も利用できるお休みどころのようなスペースです。純和風で景色も見える素敵なスペースで生ビールをいただくこともできます。とても素敵な廊下ですが、途中まで来ると2階への階段が見えてきます。右側には客室があり、こちらが林道、こちらは紅花、そして拳、ベッド付きのお部屋ですね。廊下の左側の窓からは向かい側に滝風呂が見えています。下からお湯がじゃんじゃん出てるんですが、わかりますかね。さあ、こちらの右側を奥に進むと突き当たりに滝風呂の入り口があります。この右側には一人専用客室吉野があります。こちらもベッド付きですね。滝風呂については後で詳しくご紹介します。お風呂の手前には共用の洗面や冷蔵庫、お水などが用意されていました。では先ほどの分かれ道から階段を上ります。館内は階段や段差が多いんですが、エレベーターはありませんので、足の不自由な方は注意が必要です。2階フロアはここで分かれていますが、左に行くと廊下の左右にお部屋が5つあります。このフロアのお部屋はいずれもベッド付きですけども、手前から暁、そして送風、梶川一人専用の和洋室、そして滝、若葉の5つあります。さらに奥に行くと洗面と貸し切り風呂がありました。貸し切り風呂については後ほどご紹介します。2階フロアには他にも西山、月山、東、清流のお部屋があります。西山と清流はベッド付きのお部屋になっています。さあ、さらに奥に行ってみましょう。この奥はダイニングと離れの間があります。この辺りから階段が増えてきますが、地形に沿って立っているため、どうしても段差が増えてしまったそうです。途中、着物の生地が飾られてましたよ。こちらが朝夕の食事会場、湯の花ダイニング。さらに奥に行きます。離れのお部屋はこちら側にあります。なかなかの階段ですよね。この階段を上りきると、離れの間、虹と錦のお部屋があります。この後、虹のお部屋をご紹介します。宿泊料金についてですが、西屋の公式ページからの予約は人を守る会の公式ページに飛んでいますので、そちらでご紹介します。
西屋のプランの特徴ですけども、1人泊のプランが用意されているというところですかね。こちらのおばんざいプランが最安で12,000円台からということで、料金も2人以上の場合とあまり変わらないので、とてもリーズナブルになっています。実際私たちが泊まった日も1人泊の方が数人いらっしゃいましたよ。メインのプランはこちらの米沢牛のしゃぶしゃぶやすき焼きのプランだと思いますが、こちらはすき焼きプランが17,000円台、しゃぶしゃぶプランが19,000円台となっています。それ以外にも天元豚しゃぶしゃぶプラン、小食の方向けのおばんざいプラン、素泊まりのプランなんかもありますね。夕食にはね、アルコールなどのドリンクも入ってますので、米沢牛がこのお値段でいただけるというのは大変お得だと思います。なお、ここにも書かれていますが、離れの間以外にはトイレはなくて、またエアコンのないお部屋もありますから、ご注意ください。では、お部屋レビューです。はい、今回のお部屋はこちらの虹のお部屋です。鍵はこんな感じの虹と書かれたプラスチックのキーホルダー付きの鍵ですね。こちらを開けて中に入ります。はい、まず中に入りますとこんな感じで、板の間とそれから襖が見えてますけども、もうこの時点でね、和の雰囲気素晴らしいですよね。洗面トイレ、そして手前側に冷蔵庫あるんですけども、こちらのね離れのお部屋ですね、この虹と錦というお部屋2つあるんですが、離れのお部屋に関しては冷蔵庫、トイレ、それからエアコンがついているということになります。ですのでトイレ付きのお部屋にしたいという方は離れのお部屋を選ぶのがいいのかなというふうに思います。冷蔵庫の中にはね何も入ってないですね。洗面もね、シンプルですけども、歴史のあるようなそんな感じの洗面になってますよね。こちらにはドライヤーがありまして、それからひげ剃りとシャワーキャップもありますね。そしてトイレはね、一般的なウォシュレット付きのトイレということですね。さあ、それではお部屋に入ってみたいと思います。さあ、そしてこちらが離れの虹のお部屋ということになります。でこちらがまずね、10畳のお部屋で、そしてこちら側にもう一つ8畳のお部屋があって、全体で2間続きのお部屋ということですね。ベッド付きのお部屋もあるんですけども、こちらの離れのお部屋はね、準和室ということで、寝る時には布団を敷いてもらって寝るということになりますね。まずはね、こちらの景色を見に行ってみたいと思いますが、障子を開けますとね、こんな感じの景色で、手前側にね屋根は見えますけども、奥の方はね山の景色が見えて、今ね少し紅葉してきて黄色っぽくなってきてますけども、なかなかね紅葉もいい景色見えるのかなというふうに思いますね。窓側からお部屋を見ますとこんな感じになっています。こちら側にはテレビと、それからポットと紙コップがありました。こちらはねちょっと書き物をできるようなデスクになってますけども、虫なんかを取るようなガムテープとか虫除けのスプレーなんかも用意されています。で中央にはテーブルと座椅子がありまして、こちらはカップとね煎茶ですね。ちょっとこのカップ可愛いカップですよね。それからお茶菓子はねドーナツですね。そしてこちら側には立派な床の間がありまして、奥にはねクローゼットがあります。クローゼットはこんな感じですね。下の方にはバスタオルと、それから浴衣ですね。フェイスタオルも西屋の内裏になってますね。こちらが和室のスペースで、テーブルとチェアがありまして、広縁のようになってますね。立派な床の間がありますね。景色については隣のお部屋とほぼ同様かなというふうに思います。そしてエアコンはねこちらのお部屋についていますね。お部屋で Wi-Fi が利用できます。あと携帯の電波も問題なくつながります。本日の浴衣です。こんな感じです。西屋っていう名前が書いてる。書いてますね。でもこれは私はちょっと大きい人なので大を着させていただきました。中サイズは
この柄になります。だからね、こっちの方がさらにシンプルな感じ。シンプルで、こっちはまあ西屋って名前は書いてない。入ってないね。うん。うん。で、さらに小。小はまたこうちょっと派手な感じで。そう、最初ね、子供用なのかななんて思ったんだけど、ね、違う。そういうわけじゃない。でもちゃんと西屋と書いてます。香りもいいよね。シンプルだけどこう緑でね。そう、周りがね、もう森なので緑です。はい。館内で利用可能な飲み物サービスということで、まずコーヒー紅茶なんかはね、ロビーのフロントの前のところにある、コーヒーバッグをマグと一緒にね持ってきてもいいみたいですね。館内に自販機はないということで、缶ビールなんかはフロントで買うことができます。さらにね、生ビールもフロントで、有料ですけども購入してロビーで飲むことができるということみたいですね。あと夕食の時間にはドリンク一部無料でいただけるということみたいです。お風呂は滝風呂からご紹介します。手前が男湯、奥が女湯ですが、間の廊下の下には温泉が堂々と流れています。なぜこうなっているのか、中から見てみます。まずは男湯からご紹介します。こちらが男湯の脱衣スペースです。早期作りで歴史を感じますよね。お部屋の数が15ですので、広さも十分だと思います。シンプルですが、洗面とドライヤーもありました。髭剃りも用意されています。温泉の成分表です。源泉名が白布温泉、pH7.6 の含硫カルシウム硫酸塩温泉、泉温は53度、加水加温循環ろ過消毒なしの源泉 100% かけ流しです。ではこちらからお風呂に行ってみましょう。さあ、こちらが滝風呂男湯です。まず一見して天井まで総ヒバ作りのお風呂に感動です。素晴らしいですよね。奥からは何やら豪快な音が聞こえてますけども、こちらが西屋の名物の湯滝です。西東から流れ出る源泉が 100% で豪快に滝となってかけ流されています。下の方は浅くなっていて、打たせ湯のように座って浴びることもできます。そしてこちらのお湯はこの石の湯船に注いでいます。この湯船は約300年前、江戸時代中期に東山麓の御影石を切り出して作られたものを、当時の原型を保ったまま使っているそうです。お湯は無色ですが、湯花が舞っています。ほんのりと硫黄の匂いがしています。湯船からは源泉がドバドバとオーバーフローしていて、わかりますかね、下の隙間から廊下に流れてるんですよね。こちらはかけ湯専用の源泉ですが、かなり高温になっています。洗い場は用意されてますけども、シャワーやカランはありません。湯船からお湯をすくって流す昔ながらの洗い方ということですね。シャンプー類は日本人を守る会の人を熊笹シャンプーがありました。続いて女湯です。女湯の脱衣スペースは男湯より新しくて少し広くなってますね。洗面も新しくなっています。化粧水やコットンなどのアメニティがありました。こちらはドライヤー。ではこちらからお風呂に行ってみます。こちらが滝風呂女湯です。女湯の大浴場も男湯と同様に総ヒバ作りで素晴らしい雰囲気ですよね。レイアウトはほぼ同様かなと思います。こちらでも湯滝が豪快に流れてます。
湯船も同様に300年近い歴史の御影石を掘り出したものです。洗い場も同様でした。実際に入ってみたんですけども、歴史をね感じながら入ることができる素晴らしいお風呂でした。ただね、結構滝の音はね大きめでしたね。湯船は小さめでしたけども、泊まってる人も少ないので、時間によってはねほぼ一人で入れるような、そんなお風呂になっていました。こちらの西屋のねお風呂、日帰りでもね入ることができますので、機会があればぜひ入ってみてはいかがでしょうか。はい、こちらが貸し切りの家族風呂ということですね。こちらは空いていれば利用できるということで、今利用か空いてるということですけども、こちらを使用中にして入るということですね。はい、こちらが家族風呂の脱衣スペースですね。家族風呂ですので、広さとしてはこれぐらいあれば十分かなというふうに思います。家族風呂はね30分以内でというふうに書かれています。でこちらにはひげ剃りとシャワーキャップがありますね。人をくまずさシャンプーも用意されています。そしてこちらが家族風呂ということになります。大浴場もね素晴らしいんですけども、こちらもね湯船、それから周りがね全体石造りでとてもいい雰囲気になってますよね。上の方はこんな感じで、木造りといいますかね、そういう感じになっています。そして湯船ですけども、大人2人ぐらいゆったり入れそうな結構な広さのね貸し切り道ということですね。お湯はね無色透明ではあるんですけども、見えますかね、お湯の中とかあと下の方にね湯花が浮いてますよね。そして源泉はねこちらからかけ流しになっていますね。シャワー付きの洗い場はないんですけども、こちらで体を洗うことができるということですね。夕食はこちらの湯の花ダイニングでいただきます。食事会場は大広間、席はお部屋ごとに指定されていました。テーブルには前菜とメイン料理が用意されていました。こちらがメニュー表ですが、絵が描いてあって面白いですよね。今回のプランは米沢牛しゃぶしゃぶ鍋コース。しゃぶしゃぶのお肉はとても美味しそうです。前菜はキャベツの重ね蒸し、一口おまんじゅう、そして酒盗。右下にある食前酒は天童出羽桜酒造のラ・フランス酒です。こちらは戦国時代から伝わる伝統料理冷や汁。西屋の食事の特徴は会場中央にあるこちらのおばんざい。前菜とメイン料理以外のお料理はハーフビュッフェ形式になっています。好きなものを好きなだけいただけて、フードロスも減りますから、個人的にはとてもいいと思います。まずは大物3種、鶏肉クリーム煮、天元豚の肉じゃが、米沢牛で作った豆腐と山形地鶏そぼろあんかけ。こちらは下に大きな豆腐がありましたよ。どれも温められていて美味しそう。売店でも売られている山形特産青葉しぐれ煮。浅漬けは日替わりで変わるそうです。こちらはおかみさん手作り塩麹、鶏梅肉ソース添え、海鮮マリネ、きゅうりとトマトさっぱりサラダ、レンコンの甘味噌和え。どれも手作りで美味しそうですよね。ご飯は山形県産のつや姫。いろんなお茶碗から好きなお茶碗を選べます。お味噌汁は地産地消、地元の味噌と豆腐の味噌汁。こちらも豪華なお椀です。デザートはいちごミルクレープでした。こちらはドリンクコーナー。なんとアルコールを含めたドリンクも無料でいただけます。冷蔵庫のドリンクは左が無料、右が有料。
こちらの梅酒や日本酒、焼酎やウイスキー、熱燗、リンゴジュースなどは無料で飲み放題です。これは嬉しいですよね。乾杯。乾杯。お酒だ。お酒だね。だけどフルーツの味がするね。ラ・フランスだから。美味しい。美味しいね。濃厚だ。これ無料の。そう、無料のね。無料のチューハイです。チューハイね。梅サワー。梅サワー。梅酒も無料だからね。今日はしゃぶしゃぶコースです。しゃぶしゃぶの方が好きなんで、皆さんなんかすき焼きの方が多そうだったけど、しゃぶしゃぶにしました。いただきます。これは何でしょうかね。本日の酒と。これさ、日本酒に合いそう。そう。日本酒持ってこよう。日本酒いいですね。このおつまみと日本酒が合いますよ。じゃあこれは麩が乗っている。これキャベツの重ね蒸し、ね、キャベツの重ね蒸しもいいですよ。下に豆腐の入ったなんかひき肉のあんかけが乗ったものです。美味しそう。豆腐がふわふわ、鶏ひき肉ゴロゴロで美味しい。これもなんか鶏肉の美味しい。鶏肉柔らかい。肉じゃがですね。これはじゃがいもホクホクで美味しい。なんだかんだ言ってもさ、おばんざいもいっぱいあるから量的にはすごいよ。十分だね。好きなものを好きなだけ。すごいいいシステムだよね。ね、面白いよね。冷や汁です。戦国時代から伝わる伝統料理だって。開けてみよう。あられが入ってるんだって。で、かけて混ぜてお召し上がりください。冷や汁にはわさびが乗っております。乗ってるね。冷や汁。なんか梢っぽい感じに見える。そうだね。へえ。わさびがいいね。なんか不思議な感触。このあられすんごい香ばしくて美味しい。こういうのがあるのね、山形に。初めて見たね。初めて。お正月などめでたい席でおもてなし料理なんだって。そう。タレも薄味で美味しい。しゃぶしゃぶセット完了です。さあ、ご飯も持ってきたし、味噌汁も持ってきたし、味噌汁まずちょっと飲んでみよう。わあ、美味しい。この味噌もまた美味しいね。ではしゃぶしゃぶ参ります。野菜を先に入れて、最後にお肉ですね。ちょっとこれでグツグツやってからいただきますよ。野菜がちょっと大きいじゃん。だからちょっと煮た方がいいよね。しゃぶしゃぶ率が多いのか、すき焼き率が多いのか。半々なんでしょう。でもしゃぶしゃぶも結構いるね。いる。いや、すき焼きが圧倒的かと思ったんだよね。でもね、しゃぶしゃぶもいます。私はしゃぶしゃぶの方が好きなんですよね。さあ、行きますか。はい。米沢牛だよ。そう。1枚どのぐらいのしゃぶしゃぶ感がいいんですかね。結構薄めの肉だからすぐしゃぶしゃぶされそう。もういいんじゃない。もういいんじゃない。これはどっちごまどっち。ごまだれでまずいこうか。油の感じもすごくいいわ。ちょうどいい。ご飯よそってきておいてよかった。そうだね。
野菜の方はポン酢でいこう。薬味全投入して。薬味全投入。うん、そう。なんでこう出っ張ってるかと、ちょっとこう、水気をこう切りますね。うまそう。これは最高だね。ね、美味しいね。野菜はこうそのままでこうシンプルに食べられるし、肉はご飯と食べられるし、両方楽しめて、しゃぶしゃぶの方が好きなんだよね。野菜はさっぱり食べれるもんね。美味しい。美味しいね。米沢牛だからね。すごいね。確かにこれが食べたくて来る人はいるだろうね。しゃぶしゃぶって柔らかいんだけど、さらに柔らかいよね。美味しそうなミルフィーユじゃないですか、これは。お茶もね、なんかこの器が凝ってるね、このかけてて。そうそうね。いろいろあるのね、お茶の器がね。選べるんで、ね。選べる。ミルクレープ食べてみよう。ふわふわ。このクリームがさ、すごいふわふわなんだけど。すごいね。甘さ控えめで美味しい。美味しい。でさ、おかわりしたいなと思った頃にはもうないんだよ。今日もめちゃくちゃ美味しかったね。やっぱりね、しゃぶしゃぶね、米沢牛。脂身が少なくて、そのこってりしてなかったからすごい美味しかったね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。食事の間に布団を敷いていただきました。敷布団のマットレスはね、比較的厚めですので、十分に柔らかいかなというふうに思います。朝のスタートはフロント前にあるコーヒーをいただきましょう。朝も同じ会場でいただきます。朝食も豊富なおばんざいからビュッフェ形式。まずは大物、湯豆腐とソーセージ。湯豆腐はおかみさん手作りの正月佃煮が嬉しいですね。繊維たっぷりごぼう、焼き鮭、うまみそきのこ、ひじきの煮物、はちみつ梅干し。朝食らしいメニューが並んでいます。浅漬け、生たらこ、わらびの煮物。山に来て山菜は嬉しいですよね。野菜サラダ。ドレッシングは3種類ありました。ポテトサラダ、納豆と温泉卵。朝も味噌汁は地産地消。ご飯はつや姫です。ドリンクは牛乳とオレンジジュース。一通り盛り付けるとこんな感じです。日本の朝食って感じですよね。ちょっとこう山菜とかね、なんか山で取ってきたようなこうキノコとかいろいろあって、あとこうサラダとちゃんとヨーグルトもあった。温泉卵もありました。あと納豆ね、オレンジジュースとじゃじゃーん、牛乳です。では牛乳で乾杯。濃厚、美味しい。さあ、美味しそうだね。きのこのなんか味噌で佃煮みたいな感じになってる。ピリ辛で美味しい。あ、本当だ。あ、味噌が効いてるね。
山で取ってきたのかな。これ絶対山のね、そうだよね。大きいよ。ご飯も美味しいね。つや姫です。おかみさんの手作りの生姜のタレみたいなね。辛くない全然。甘じょっぱい。美味しい。あ、生姜が効いてるね。ふりかけが持ってきました。どっちがいいおじさん？懐かしいね。おじさんどっちがいい？卵、のり玉にしようかな。のり玉？じゃあおかかにして。またそういうこと。いいね、ふりかけ。たまにね。たまにいいね。ふりかけもいい。豆腐と油揚げだね。味噌汁はね。味噌美味しいなやっぱり。味噌がね、いいね。わらびの煮物、シャキシャキしてて美味しいですよ。山のものをいただけるのは嬉しいね。なんかね、田舎料理って感じの。そうそうそう。全般に素朴な感じでね。ふっこりするような感じ。このさ、箸置きも猫ちゃんだよこれ。あ、本当だ。猫ちゃん眠そうな猫ちゃんだ。可愛い。チェックアウトの時に出現するらしい。幻の猫ちゃんだ。楽しみだ。でもフロントに紐が置いてあったから、あそこに来るんだよ多分。鮭もこう1回分みたいな感じで。甘めの鮭です。美味しいね。ふっくらしてますよ。あ、固め、固めです。こんな感じ。美味しそう。とろっとしてる感じですよ。美味しそう。いいね。とろける感じ。黄身が美味しいですよ。ヨーグルトですよ。ヨーグルト。美味しい。甘いです。で、あとコーヒーもね、準備しててくれたんでありがたいね。このカップもちっちゃくてちょっとおしゃれな感じだよね。そうだね。美味しかった。美味しかったです。今日も最高だったね。朝お腹いっぱいになったね。いい食事だった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。朝食の後、ロビーには西屋名物の看板猫オンデンくんと神楽くんがいました。大きいね。大きいよね。かわいい。ふわふわ。ふわふわ。いっぱい食べてるって感じ。チェックアウト前のしばしの時間、ロビーで癒されましょう。フロントでチェックアウトです。白布温泉湯滝の宿西屋、いかがでしたか？かやぶき屋根と昔からの豪快な湯滝、随所に白布温泉の歴史を感じることができる素敵な宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、引き続きご覧ください。